え、マジ？まだ雪があるんだよ。寝たい。腹パンパン。お、温度計が出てる。これ涼しい、超涼しい。これですよ。超うまいよねこれ。日本海側すべて爆風。ほら。明日何時起き？6時に頑張って起きるかな。那須高原で疲れ果てました。お、超空いてる。なんか空いてる。あ、よかった。正解じゃん。寝やすそう。こんなん久しぶりや。混んでるとね、エンジン音がうるさいったいね。満タンでスタートしてきて半分ちょい残ってるぐらい。燃費はリッター 8.8。 これ今日クーラーいらないわ。外22度、涼しい。中は 26.4 度。何もしないでこのまま寝ようか。今日は換気扇もつけず。明日は早起きしてさらに北上します。ちょっと今回ね、前作ったこの2連の換気扇だと、このキャラバンの広さだとちょっと不十分だって分かったから、パワーアップさせる。もう一声欲しい。もう一声欲しい。暑すぎるんで冷房入れます。俺のこのニンニク回し回しの出番待って。ニンニクラーメンにはニンニクだよね。食べ終わって 30.6 度に下がった。あれ岩手山。あれか。深夜割は適用されてるはずだよね。電気を左方向に。ください。通行車両などの。それならありがとうございました。大きさをチェックするときにさ、印つけるやつが商品の198円。入れちゃって。馬なんか寝たい。腹パンパンに太ってる。まだ雪があるんだよ。すごくない？すごいね。ただいまの気温30度だってよ。東北来たからって涼しいわけじゃないよ。先に受付のところがある。ああ、そう。バスみたいな。バス。源泉が変わる。源泉が今年の11月に源泉が変わるらしいよ。だから今のお風呂に最後だ入れるのね。はね、多分最後かな、私。お、温度計が出てる。梅雨が入湯の湯がよかったっしょ。最高でした。硫黄好きにはたまらん。硫黄じゃない方も良かった。うん、そうそう、茶色い方ね。入湯キャンプ場。手前の方が確か電源付き。どれがリンカがよくわかんないから行ってみよう。前行った時はもう同じ林間サイト。認可サイト、電源なしで。めっちゃ広いね、ここ。そうなんよ。これ全部オートサイトじゃん。そうだね。多分ここは電源付きのサイトかね。そう最高すぎんここ。めっちゃ広いよ、ほら。こんなよ。イエーイ。ドゥーン。でかくね。本当はバリ行った時にガイドにお土産でこれ持ってこうと思ったんだけど、税関で引っかかるからこれ持っていけなかった。こちらニューアイテムになります。あ、それすごい楽しみにしてるやつだ。そう。
ブルックリンアウトドアカンパニーさんの椅子です。俺らずっとボロッボロのさ1000円ぐらいのちっちゃい椅子をここ10年ぐらい使ってたけどさ、10年も使ってたか。10年は盛りすぎか、56年は使ってたじゃん。ついに世代交代が行われます。なんかね、これね、すごい椅子。気持ちいい椅子。気持ちいい椅子。よっかかれるんだよ。よっかかれるし、枕がついてるっていう。若干組み立ては時間かかるんだけど、こうやって、これ気合いね。これが結構力が必要なんだよね。よいしょ、できた。これにね、なんだこれ、枕がついてるんですよ。これが肝なんだよ。人ってな。これね、いただいちゃいました。いや、これ最高でしょ。いい。なんか全然なんか包み込まれてる感じがあるんだよね。預けられるの、体を。その椅子尻に回りが畳んでこんなコンパクトになるのやばいよね。考えちゃう。ありがとうございます。よし、じゃあ換気扇の第2弾をね作ります。 DIY 換気扇はい2個固定されてるやつを買ってみた。で、今回はこれを2個使って4連にして吸気にしてみる。吸気にするっていうのは、窓がこうあって中外だったら外から中に空気が入ってくるような換気扇を作る。この前は排気で作ったんだけど、これを寝るときにベッドの横の窓にこうやってつけたら多分すげえ勢いで涼しい風が入ってくるんじゃないかなって思ってフォーレックスを買ってきたんで、あと今回は前の動画でコメントもらってネットつけるといいですよって言われたんで、このダイソーのネットを間に挟んで虫の侵入を防ぐ遮光ネットっていうやつで、あれ外からも見えにくくなると思う。前結構さ丸見えだったじゃん。見えてた。意外と換気扇って中が透けて見えるんだよね。ちなみにこれが先代のやつで、これはこれで料理の時用に使おうと思ってる。廃棄するのは料理の時にめっちゃ使えるから。直径12センチなんだけど、前回はこれ12センチだからって12センチの穴開けたらちょっと大きくなっちゃったから、今回は11センチの穴でやってみます。うまそう。あ、一切加水してません。野菜の水分だけで作りました。できたー。やった。夕飯の後に試してみよなんと22度。う。もはや快適寒いんだけど私。うん、ちょっと寒いね。もはや換気扇いらないかもしれない、これ寝るとき。それは言ってはいかん。待ちに待ったお酒を乾杯。これね、致命的なエラーが分かっちゃってね。というと、なんかネットが邪魔でファンが回らない。よし、できた？できた。せせーの。きたー。おー、来た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 。やったね。イエーイ。できた。で、なんかあ、めっちゃ涼しい空気入ってくるわ。これ中見える？まあまあ見える。でもないより全然いいとは思うよ。これ涼しい、超涼しい。涼しいよね。排気よりこの吸気の方が涼しさ的には全然。外の空気ダイレクトだから。これ多分すごいよ。ずっとつけててすげえ寒くなって止めたんだけど、止めたらねまた若干あったかくなってきたもん。ここもうね、外が寒いからさ、クーラーの風みたいだよね。言うたらもうクーラーの風みたいな冷風がバンバン入ってくるんだよね。もうさ、なんか涼しいもん。外は涼しいけど車内が激アツっていうことが多くって、真夏ってその外の涼しい空気を
こから強烈に取り入れるっていうのができるから、クーラーなくてもある程度これでいける説が今濃厚なんだよね。夜はいけんじゃない？だいたい昼はこれで無理だけど、昼はもう暑いから。もうどうしようもないよ。ここに吸気で前のところに排気を取り付けたらすごい勢いでこういけそう循環するじゃん。暑いところ行きたいっすね。車内で今 23.5 度だもん。お外から見たらこんな感じ。ちょっとテープがダサいけどしょうがない。洗濯機まである。ゴミ捨てれんのいいね。大変ありがたい。ただいまの気温24度。寝るときね、寒かった。寝るとき寒くて俺寝袋かぶってたもん。もう一個出して。産直で買った手作りパン。公開できる。入った。夏初めて来たわ、田沢湖。あ、本当。私はその一人で来た時に泳いだ田沢湖で。砂浜が白いんだね。うん。これだ。これだよ。お久しぶりです。バター餅を買いに来ました。声でかい。張り切っちゃってさ。大声を出さないって書いてある。本当だよ。これですよ。この北バター餅ってのがすごい。ほら、添加物入ってないんです。これもだよ。これも欲しいね。250円。あそこジビエ売ってんだよね、確か。うまいけど今回はちょっといいか。これすべて北バター餅のこの日本バター餅協会のこのシールが全部貼ってあるから満足。この旅試食はよろしいですか？大人買い。大人買いですね。1234567個。8個じゃないと8個か。はい。今ちょっとお腹空いたから開封させていただきます。なんかさ、最初さ、なんかバター餅っていうのがあるらしいよって言って、あ、それ海子さんがね気づいたんだよね。見つけて食ってめっちゃハマっててびっくりした。ちょっと食べていいですか？はい、どうぞ。いただきます。これですよ。変わらない味。いろんなところでバター餅売ってんだけど、ここのこのバター餅がね最高にうまい。これ当たり目。お、これか。これを食べに来た。野菜もある。くまくま園のくま。超美味しそう。やだ。これが噂の比内地鶏さん。比内地鶏だよ。超うまいよねこれ。トロットロ。卵がトロトロやな。トロットロでうまいね。これはね、俺の去年買ったやつなんだけど、
ここに兄弟がいるんですよ。ほら、めっちゃある。兄弟。車内暑くなっちゃうんで、このバター餅と野菜をね、後ろの冷蔵庫に入れる。10度でいいんじゃない？ 10度ね。ドン。磯目とオキアミゲット。海が来たー。風車超いっぱい。ちょい投げ仕掛け。あ、それ100均の？そう、上州屋でこの仕掛け見たら400円ぐらいで売ってた。あ、ダイソーさんさ、もうやりすぎ。うん、上州屋が高いんじゃなくてダイソーが安すぎるんだ。そうだ。へー。磯目ちゃん、こいつ長いからブチッと切ってちょっと巻いて糸張って5秒から10秒ぐらい待って、ほんでまたちょっとこうやって繰り返す。そこをずるずる引いてくる。岸寄りにいるんか。いる。今ブルブルした。ほら、ちょっと巻いてみるか。あ、釣れてた。え、マジすごい。綺麗だね。やった。こんな簡単。こいつがずっとプルプルしてたんか。やったー、ごちそうじゃんこれ。ダイソーのやつで釣れましたと。そこの色が変わるところでクンクンってきた。びと濡れ。雨が。来たです。来た。あ、あれあれ。うぐー。ちっちゃいの釣れた。2匹目丸飲みだ。来た。おお、来た。結構これがっつり来た。ちっちゃいキス。あったけー。寒かったやろ。めっちゃ寒かった。大丈夫かなと思ったもん。限界だった。いただきます。飯であったまろう。うん。肉。キス釣れちゃったよ。結局何匹釣れた？7匹ぐらい。結構釣れたね。でもね、ちっちゃいのばっかりだった。一番最初に一緒に行った時釣れたのが一番でかかった。ああ。どうやって食おうかな。こういうの。うまい。ちょっとありだよね。土曜日までずっと風が強いんだよ。なんか雨だし、サップ釣りしたいんだよ。磯釣りか。男鹿半島でさ、磯釣りやろうと思ってたんだけどさ、ずーっと風が強いんだよね。
今週釣りできなくてもサーフィンできればいいやって思って、明日サーフィンできるかなって思ってたんだけど、もしかしたら怪しいしさ、極上の波でサーフィンするか、無風の海でサップ釣りをしたい。佐渡に行くまでは。で佐渡に行ってでかいヒラマサを釣る。あ、結局8時までなんだ。バイバーイ。岩手牛乳いただきます。今日もお疲れ様です。不快です。湿度が高すぎてすっげえジメジメするから、あれしよう。冷房入れよう。でもここにしか干し場がなくてどうしようもなかったんだけど、釣りでずぶ濡れになった衣類をここに干してます。でこれは占領されたから、今度はタオルはこっちに干してるっていうね。今日もお疲れ様です。6月27日火曜、今日からも風が強くて、明日はもう日本海側すべて爆風、強風。木曜はちょっと弱まんだけど、金曜も結構強いでしょ、土曜も強いでしょ。一方で太平洋側はこの落ち着きようなんですよ。悩ましいよね。なんと快適になった。冷房を入れたら太平洋方面にいてもう釣りしまくるっていう案もあるんだけど、それだと金と体力と時間を膨大に消費する。単純に移動時間が長すぎる。今回は佐渡に行きたいわけだから、太平洋側行って日本海側に戻ってくるっていうのも相当な移動になって、かといって北に行く案はないでしょ。ない。そう考えたら南下を早める。で今それ最有力候補なの。海子運転でさっきの場所に戻る。雨降ってるか、おトイレの横に。そうですね。トイレ横車中泊。シャキン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 。今日釣れたキスをね、先に下処理をしておいて、明日生で食う。生でなんかなんて言うんだっけ、背越し。なんかね、ちっちゃいキスをその胴体ごと輪切りにして生で食べるっていうのがあるらしくて、めっちゃ興味あるんだけど、私それやってみようって。今日のところは内臓を取るまでやる。最初に釣れたのが20センチはないな、15センチぐらいか、一番でかいので。こちらが本日の超過。1234567。ベリベリ美しい。ここから中堅サイズ。なんと美しいお魚でしょう。How beautiful this fish is。ラスボス登場。こいつダントツだ。キス釣ったらこんぐらいのやつしか釣ったことないよ。あんなちっちゃいの初めて釣った。これだったらちょうど天ぷらでうまいぐらいの大きさだな。雨やばくない？なんて美しい。鱗が飛び散ったんで、やっぱ自分で釣った魚は最高に嬉しいね。久しぶりに魚さばいたわ。全然釣れねえんな。だいぶちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなったね。だいぶちっちゃくなっちゃったけど、これを明日から堪能する。トイレ行くんですか、今から。決死のこの大雨の中、まあ一応傘あってよかったね。いや、よかったよかった。10時半なので寝ます。おやすみ。